こで一応質疑応答したいと思います。どうぞ。はい、どうぞ。いい質問ですね。ありがとうございます。連作障害が何で起こるか、大きく分けて2つですね。1つは病原菌が残っちゃって、ナスならナスを食べる病原菌がそこに残っちゃってるから、もう一回ナスを植えると食べちゃうっていう話ね。でもう1つはそれぞれの野菜にとって必要なミネラルがバランスが違うんですけど、同じ野菜を植え続けると特定のミネラルがやっぱり吸うからバランスが崩れてきてダメになってしまう。例えば朝鮮人参とかさ、ああいう特定なミネラルをいっぱい吸うやつっていうのは何十年かに1回じゃないと作れないっていうのがあるんですよね。で今度のこのやり方は自然物結構ちゃんと入れてますので、意外とミネラルが供給できるんですよ。しかも土が深いから今までの畑と違ってちょっとミネラルが吸ったからすぐミネラルバランスが崩れるということがあんまり考えにくい。それでもやっぱり朝鮮人参とかそういう特殊なものを作る場合はやっぱり連作はしない方がいいと思いますね。そう栄養の偏りがあるから。通常のお野菜はそんなにね特別に栄養何かのミネラルばっかり吸うということはありえませんので、若干の偏りはあるかもしれないですけど、それは大量に日頃の自然物を入れてるから。化学肥料なんてもうミネラルがないんですよ、もともと。そして今堆肥入れても堆肥の中にミネラルがあんま入ってないの。やっぱりミネラルっていうのは自然の中でちゃんと生きてる生き物。売ってる堆肥って結局肥料で振った草を食べた牛のうんこなんですよ。だから結局ミネラル自然物じゃないんです。結局堆肥と言いながらやっぱり自然物は蚊帳とかススキとか自分の力でちゃんと今元気に生きてるもの、それってミネラル作れるんです。だからそういうものをちゃんと入れてるからあんまりミネラルバランスが崩れることがない。だから一つのだから連作障害の原因はそれで一応クリア。もう一つの障害、それは病原菌がもしいたらもう一回同じ野菜を食べるって話ね。でもそれは病原菌の話なんですよ。ここでは有用菌が増えてるわけ。有用菌が増えると気候的に病原菌減ってくるから。ということはあなたがナスだとする、私が菌だとする。私はあなたの病原菌じゃなくてつながるのが好きなの。はい、つながろう。ほらつながるわけよ。ほんとにあなたは元気になるわけ。ほんと来年あなたが来たとする。ちょっと困るのよ。この人はね知ってるから、昔の彼女ねすぐ合体できる。これ初めてやからどう合体するかがいいかちょっとなかなか難しいところがある。ということは同じナスを植えた方がすぐ合体するんですよ。だから連作した方が育つがよくない。だから連作してうまくいってる人結構いる。ただし現実問題、有用菌だけ育つわけ、やっぱり有害菌もって結構育つんですよ。だから現実の話で言うと連作できる間はやってください。で連作してなんか調子が悪くなったらちょっと変える。要するに病原菌がいるっていうことになるから、その病原菌が食えない野菜に一旦変える。例えば何があるかな、すぐ出てこないなサビ病が出たらサビ病の出ない、全くサビ病の出ないような油なんかはまずサビ病が出ないでしょ。そういったものを植えるとかさ、とにかくその病気が出ないようなものを植えて 2,3 年植えるとか、そして病原菌をなくしてからやる。または一番いいのは耕作放棄地で始めるんですよ。普通の農家の畑はやっぱり病原菌もいるから、有用菌を増やしたところで病原菌が完全に消えるわけじゃないからね、完全に仕留められない場合があるから、だから耕作放棄地だったらうまくいきます。ただし耕作放棄地っていうのが意外とないんです。農家の言う耕作放棄地って野菜を植えてないだけで実際は草刈ったり耕したりしてるんですよ。耕作してるじゃない。結局本当の耕作放棄地っていうのはセーターガラス等が身長よりも高くなったもの。こんくらいセーターガラス等が生えてるやつってまだね 2,3 年しか耕作放棄してないか、または時々混ぜてる。だからいつまでたってもでっかいセーターガラス等が生えない。こんな茅が生えたりこんなセーターガラス等が生えるようだったら本当に人間が手を加えてない 5,6 年、それは本当の耕作放棄地。もう木がちょっと生え出すようなところね、そういうところはもう最高、もう病原菌もほとんどいないからそこから始めるといいと思いますね。はい、他に。はい、どうぞ。
苗を育苗する場合に育苗培養を金ちゃん先生とやるんですけど、普通の育苗培養です。自分たちで堆肥入れたり、通常の有機農法でいいです。でそれを苗を定植した瞬間、そのポットの中には肥料あるけど、根を出してみても肥料がないわけですよ。そこで糸状菌とつながって生きていくということになります。だからあんまり、だから年取った苗は難しいかもしれないね。人間もそうだけど、最初から土管生活だと土管の中で幸せに育つんですよ。でまた急に今日から土管生活って言ったら生きれないんですよ。やっぱり若い頃の方がいいですね。種とか若い苗の方がいいと思います。でも私たちがやってて、その老化した苗で、老化した苗植えたことないからな。でも老化した苗ほどうまくいかないかもしれませんけどね。大抵うまくいきます。はい、他に。はい、どうぞ。果樹の苗を今年植えようと思ってるんですけど、同じようなやり方。果樹最高。果樹は耕せないからね。同じです。もうとにかく上にとにかく置く。でマルチしなくてもいいよ。マルチしなくてもとにかく横をとにかく掘る。斜面だったら斜面の上側を浅くでもいいから浅く掘る。上側を雨が流れ込まないよ。大雨が降った時水の中入るやん。その水を横を深く掘る。そしたらその果樹の土はびちょびちょにならないんですよ。雨が降ってこんもり盛るよりも平らなところの周り周辺を掘った方が。それはその場所によって違うわ。その場所によっていろいろ考えてます。こんもり持った方がいい場合もありますよ。周りが水浸しになりやすいんだったらね。とにかく水を切らないといけない。マルチまでして完璧に水切ると逆に水不足になっちゃうから、とにかくしっかり水を切って、で上に必ずいっぱい乗せとく。今日のようにね、もう木があるなら木ポンポン乗せて、そしてその上にね、菌糸のついた木を乗せて、その上に最後にもみ殻を乗せて、もみ殻だったら風が飛ぶから、その上にもうちょっと何か重しを乗せてもいいし、土をちょっと乗せてもいい。その代わりに 2,3 年かかっちゃうよ。 2,3 年かかってだんだん、どうせ木はね 2,3 年以上かかるし、はい、それで全然問題ないです。はい、どうぞ。他に。はい、どうぞ。家から出る生ゴミと、あと薪ストーブがあるので灰が出るんですけど、この2つをどういうふうに活用したらいいかなと。灰はもう先ほど言ったように灰はミネラルの塊ですね。アクとも言いますけどね、あれはもう最高のミネラルの塊ですので、花咲おばさんになって途中で追肥的に使うんですよ。最初から入れちゃうと溶けちゃってもったいないのに、だから追肥的にいろいろ何でもかけてください。生ゴミはもう生ゴミ、今日のような無肥料栽培じゃなくて、生ゴミっていうのはもう肥料ですから、ただ腐れやすい肥料ですから漬物にして入れます。柴咲コウさんの動画の中でもちゃんとやってますから、あれもう一回よく見てみてください。一回漬物にして畑に入れると腐れないんですよ。直接生ゴミ入れると腐っちゃうのね。大根を畑に埋めると結構ドロってなりますよ。ところがたくあんを畑に入れるとドロってならないのね。1週間経ってボロボロっと消えていくから、あれが腐敗菌を通さんで分解していく過程ですね。はい、はい、他に。はい、どうぞ。花壇みたいになってるとこで水を切るのはどうして。花壇で周りが花壇をもう一個ブロック立てて土を高くするしかない。土を高くしてもその流れで落とすところがない時。いや、だから高くすればどっか落ちるから、プールには水はたまらないでしょ。それ自体を高くする。ブロックをもう一段積んで周りの土を少し集めて、とにかくためる、高くする。またはたまらない、たまるって言いながらよく調べてみて、周りのブロックのとことかどっかに穴があるはずよ。また穴作って溝に落とすように穴を掘る、穴を開ける、それも大事。はい、他に。はい、どうぞ。プランター栽培なんで、衣装ケースの大きいやつみたいなのをプランターの代わりに使ってやることっていう。無理や。
衣装ケースの深いやつならいいけどね。深いやつだったら全然問題ないですよ。出るもんだったら、こういうのをなんか施設の菜園みたいな感じで使ってやるのは、大丈夫。下をしっかり言われた通りにやれば。そう、軽いしか、もみ殻が一番いいと思いますよ。もみ殻最終的に金の餌になるしね。もみ殻たっぷり敷いて、5センチから7、8センチぐらいを敷いて、それから土のせる。そして下の方の衣装ケースのちょっと穴を掘っとく。ほったらもうスッス水落ちるから。とにかく水をとにかく落ちるようにしとく。下がしっかり水落ちれば横が透明でも別に問題はない。いえ、透明だとやっぱり光が当たって土が熱くなりやすいです。プランターは全部そうですよね。やっぱり周りに何かこう囲ってあげて熱くならないように。そうそう、熱くなるような工夫をする。例えば下がセメントだったらね、なんかちょっと下に木を挟んでセメントに直接当たらなくするとか、あとはサランラップをちょっと当てて光を反射するようにすると、とにかくね、プランターってね、夏場温度が上がりすぎることがあるの。直射日光に直接当たってね、そうならないような工夫をしてされたらいいと思います。ありがとうございます。はい、普段のプランターのワークショップの時は売ってるホームセンターで売ってるプランターにドライバーとか鉄の棒を熱して穴を増やしてます。はい。じゃないと大体1個か2個しか開いてないんで、下がもう水浸しで田んぼになっちゃうんで、必ず穴を増やしてます。はい。片っぽしか穴がない時なんか、特にちょっと斜めになるとさ、穴のない方に水が溜まっちゃうよね。はい、他に。はい。6単ぐらいの果樹園のところに鶏を30羽ぐらい飼ってるんですけど、その内から出る生ゴミと発酵させたなんかピンタンとかもお米とかそういうのを餌としてあげてるんですけど、その糞を一番傾斜っていうか見て、その畑に上からなんかどこかにばらまいて、そんなに大量ではないんですけどばらまいていいのかと、その6単の果樹園だったら鶏は何羽ぐらいまでにしといた方がいいとか。そんなの分かんないそれはとにかく鶏使っちゃうとそれ肥料だから、今日のやり方とは別、やらない方がいい。鶏のある果樹園もあっていいんですよ。鶏を使わない果樹園も作った方がいい、作ってもいいんじゃないって話で、どっちもいい有機の方だと思いますよ。ただ鶏の糞っていうのは基本的にちょっと腐りやすいので、相当食べ物が良かったらいいけど、本来ならばやっぱりちゃんと熟成してからで畑に戻さないと、自然の中で鶏がポツポツうんこをするぐらいの量だったら問題ないんですけどね。羊もそこの草だけを食べてるんですけど2頭いるんですけど、その糞がポロポロ毎日、それはどうなる？いやまさにパーマカルチャーやね。素晴らしいね。だからそれは俺には分かりません。少なくともね言えることは、意外と狭い面積にそういう動物ちょっと多いと、うんこがちょっと増えすぎると腐敗を呼ぶんですよね。だからあんまり、やっぱりうんこが結構同じところにするんだったらいいんだけどね、それを熟成させて戻せばいいんだからね。広いやつのた方がいいと。堆肥にして私の近くに牧場があるんですけれども、一回堆肥にして完璧に熟成させてからすき込まずに上にチロチロって乗せる程度に使っていったりはしますね。ただその動物性堆肥使いたい人と使いたくない人がいたりするので、その辺いろいろあります。で今日受付したての時にどなたか600円の元気野菜元気人間づくりっていう本をこれですね。これが今品切れ中なんですよ。でこれもうあといつもう少しで出るかわからないんですけれども、これにいろいろ今日のその漬物の農法のやり方とか、プランターのやり方とか、あとミネラルの話とかいろいろ出てくると思いますので、とりあえずあれが出るのをチェックしていただいて、で今金ちゃん野菜応援団っていうのがあるので、それに一応どこどこに住んでいてこんな感じ
してますみたいな自己紹介を船津さんっていう人に1回送るんですね。金ちゃん野菜応援団で検索すると出ますから、それでそこへ自己紹介をしていただくと登録されますので、そこで今1800人ぐらいなのかな、全国でその人たちのお悩みとか、こうしたらどうなりましたとか、こんなのどうですかみたいなシェアを皆さん交換会してます。